はい、皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はバッテリーの充電器を購入したので、そちらをご紹介したいと思います。購入した充電器はね、メルテックのね、全自動パルス充電器 MP220 っていうやつを買いました。楽天でね、8000円ぐらいで購入したんですけれども、バイクのバッテリーだけをね充電するんであればね、もう少しねお値段の安い出力の弱い充電器で十分なんですけれども、僕はね自動車も持ってますんで、あとアイドリングストップ車用のバッテリーとかドライバッテリーも対応したね、少しね出力の大きいタイプを買いました。先日ねこの PCX のバッテリーとそれからねきちんと充電されているかっていうね動画をね上げさせていただいてるんですけれども、それとはねまた別でね今日はバッテリーをね充電しようと思います。ただバッテリーを充電しただけならね効果をお伝えしにくいので、充電する前にねバッテリーテスターを使ってねバッテリーの状態を点検して、それから充電して、充電後にねまたバッテリーテスターを使ってねバッテリーのね状態を確認したいと思います。それではね車体のねバッテリーを外していきます。バッテリーはねラゲッジルームのこの蓋をね開けてもらうとバッテリー出ますので、外すときはね必ずマイナス側から、こっちプラスでこっちマイナスなんでマイナス側から外していってください。はい、これでねバッテリー外しましたので、ちなみにねこの端子外して僕がすぐネジつけたのはこのナット側がねポロンと落ちちゃうんですよね。だからなくさないようにボルトをつけてねナットが飛び出ないようにしてバッテリー外しました。これでねちょっとバッテリー点検しようと思います。バッテリーテスターで充電する前のバッテリーの状態をね確認したいと思います。 CCA コールドクランキングアンペアをね測定しようと思います。CCA なんですけれども、簡単に説明すると低温でエンジンを始動させる能力があるかを測る性能基準値です。ここにね CCA120 とありますので、これがこのバッテリーのね基準となりますので、充電する前に CCA どれぐらいあるか確認したいと思います。それではねバッテリーテストしてみます。バッテリーテスト単体3年未満。ここでねバッテリー形式ではなく CCA を選びます。このバッテリーは120ですので120に合わせてはいテストします。CCA120 に対して今は154ですね。特にねバッテリー上がりとか起こしてないので別にね悪い数字ではないと思います。テスト結果もバッテリー良好と出てますので、一応ね印刷します。はい、一応ねテスト結果印刷しました。良好なんですけれども、一回ねバッテリー充電しようと思います。今回購入したねバッテリーの充電器、こちらになります。これはメルテックの全自動パルス充電器 MP220 です。普通自動車、軽自動車とかね、小型トラックまで対応しているね充電器なんです。楽天で8000円ぐらいで購入しました。バイクだけであれば出力の低い
お値段の安いやつで十分やと思うんですけれども、僕は車も乗ってますので、アイドリングストップ車対応のバッテリーとか、あとはねドライバッテリーにも対応しているタイプなので、少しね8,000円で高いんですけれども、車のねバッテリーにも使えるっていうことで今回ねこちらを購入しました。今日はね、この全自動パルス充電器を使って PCX125 のバッテリーをねパルス充電しようと思います。パルス充電とはね、簡単に説明すると、充電のね電流に微細な周波数を与えてサルフェーションを解消させる充電方法らしいです。それではね、充電器つないで充電してみようと思います。接続してね充電する準備ができましたので、電源を入れます。はい、電源入れました。それではねパルス充電開始します。もうパルスって押すだけですね。これで1時間経つと通常の充電に戻ります。はい、ここでねパルス充電から普通の充電に変わりました。もうちょっとだけね充電しておきます。はい、パルス充電終わってね通常の充電に切り替わって、一応ね 100% までいきましたので、これで終了したいと思います。最終バッテリーテスターで確認したいと思います。はい、セットできましたんで、単体3年未満、先ほどと同じ 120cc で、はい、テスト。はい、バッテリーテスト終わりましたので比較してみたいと思います。左が充電する前の測定結果、右が充電した後の測定結果。 CCA120 に対して充電する前は154、充電した後は CCA120 に対して156、2だけ上がりましたね。電圧の方はね充電した後なので 12.9V から 13.15V まで上がりました。もともとねバッテリーの状態は良好でしたので、そこまでね良くなったっていう感じではないんですけれども、充電した後もバッテリー良好っていう形で、これでね車体につけてね終わろうと思います。はい、バッテリーのね充電終わりましたんで、今からね取り付けていきます。外す時はねマイナスから外してもらうようにお伝えしたんですけれども、取り付ける時はプラスをつけてからマイナスをつけてください。はい、バッテリーターミナルつけましたので、あとはこのカバーして終わりです。はい、今日はねメルテックのね全自動パルス充電器 MP220 を使ってね PCX125 のバッテリーを充電してみました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。